ローマ皇帝がキリスト教を公認した理由とその謎。イントロダクション。ローマ帝国の歴史において、キリスト教の公認は最も重要な出来事の一つでした。キリスト教徒への迫害から一転して、信仰の自由を認めることになったこの歴史的な決断の背景には、どのような理由があったのでしょうか。今回は、その謎に迫っていきます。皇帝コンスタンティヌスの若き日々。ローマ皇帝がキリスト教を公認したって聞いたのだ。その皇帝さんはどんな人なのだ？コンスタンティヌス一世っていう皇帝のことよ。272年頃に今のセルビアにあたるナイススで生まれたの。面白いことに、若い頃は皇帝ディオクレティアヌスの宮廷で人質として過ごしていたのよ。人質なのに皇帝になれたのだ。すごいのだ。そうなの。実は父親のコンスタンティウス・クルルスが後に西ローマの統治者になった有能な軍人で、母親のヘレナは後にキリスト教の聖人として崇拝されることになったの。306年に父親が亡くなった時、軍隊が彼を皇帝として推挙したのよ。運命を変えた神秘的な体験。でも、どうしてキリスト教を公認しようと思ったのだ？それにはとても興味深い出来事があったの。312年のミルビウス教での戦いの前夜、コンスタンティヌスは空に十字架の印を見て、この印のもとに勝利せよという神のお告げを受けたと言われているの。へえ、それってすごいことなのだ。そうなの。彼はそのお告げを信じて、兵士たちの盾にキリストのモノグラムを描かせて戦いに挑んだの。それで見事に勝利を収めたの。これが彼のキリスト教への改宗の決定的な転機になったのよ。ミラノ直令とその影響。戦いに勝った後はどうなったのだ313年に東方皇帝リキニウスと共同でミラノ命のリレーを発布したの。この命のリレーによって、それまで迫害されていたキリスト教徒たちは信仰の自由を得られただけじゃなくて、没収されていた教会の財産を返還されることになったのよ。キリスト教徒にとっては嬉しい命のリレーなのだ。でも、本当の理由は何なのだ？実はね、政治的な判断も大きかったの。帝国の統一と安定のために新しい精神的支柱が必要だったの。それからキリスト教会の組織力を帝国の統治に活用しようという狙いもあったと言われているのよ。新しい首都の建設。キリスト教を公認した後、他にも大きな変化はあったのだ。324年にリキニウスを破って帝国を統一した後、330年に新しい首都コンスタンティノープルを建設したの。この都市は東西の交易の要所で、軍事的にも有利な場所に位置していたのよ。新しい都ってどんな町だったのだ？異教の神殿を持たない初のキリスト教都市として設計されて、数々の教会や宮殿が建設されたの。ボスポラス海峡を挟んでヨーロッパとアジアの境界に位置していて、黒海と地中海を結ぶ大事な海上交通の要衝だったのよ。まとめ。コンスタンティヌス一世によるキリスト教公認の背景には、神秘的な体験という個人的な要因と、帝国の統一と安定を図るという政治的な要因が存在しました。彼の決断は、その後のヨーロッパの歴史や文化に深い影響を与え、現代にまで続く重要な歴史的遺産となっています。337年に死去するまでの彼の統治は、古代ローマから中世ビザンティン帝国への橋渡しとなる重要な時期として、歴史に刻まれることとなりました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。